コルグの今泉大輝です。今日は普段皆さんが使っている DAW でノーチラスの便利な機能を使って簡単にトラック作成をしていきましょう。フレーズの一から作るのは結構大変なもんなんですけれども、ノーチラスにはいろいろな素材がすでに内蔵されているので、それを使ってみます。例えば普通にピアノを演奏していても、ドラムトラックボタンを押すだけでドラムの音が鳴りますし、ストリングスパッドみたいなこんなパーカッションのパターンが入っていったりします。これがドラムトラック機能を使った音になります。実際のフレーズの方はですね、アルペジオ機能というのが入っています。例えばこういったシンセリードの音でもアルペジオのボタンを押すと自動的にフレーズが流れ始めます。これを先ほどのドラムトラックと合わせてみると、こんな風に演奏ができるんですね。別の音はこんなシンセの音、ドラムと合わせてみるとというふうにドラムのパターンであるとか実際のフレーズも全てノーチラスが自動的にクリエイトしてくれるということが分かると思います。あともう一つノーチラスには機能がありまして、実際に人間が演奏したフレーズ、これをサンプルで持っていまして、それをプロセスしたものがいくつか入っています。例えば、人が吹いたフルートの音、サンプルなんですけども、実際にサンプリングするとキーによって長さが変わってしまいますよね。でそれが変わらないようになっています。どのキーでもテンポは一定。一旦キーが決まったら今度はテンポを変えることができます。ということで、ピッチもテンポも変えられるので、皆さんの楽曲にバッチリ合った形で使うことができるようになりますね。あとギターの音なんかでも実際に演奏しているので非常にリアルなギターのフレーズが使えるようになっています。では実際にトラックを作っていきましょう。でこちらには DAW で、こちらにノーチラスで、この間の接続はどうするかということなんですけども、ノーチラスには USB のアウトがついていますので、ここでデジタルの信号が DAW に行くことで録音することができます。そうすると DAW 側から入力としてノーチラスという文字が見えますので、それを選択してください。では1トラック目、ドラムを、録音してみましょう。ドラムの音はこのジャジーヒップホップキットっていうのを使おうと思うんですけども、ドラムトラックボタンを押すと、すでにいい感じでフレーズが流れていますけど、スネアの音をちょっと変えたいとか思うことないでしょうか。それも簡単に変えることができるようになっています。ちょうどこのノブにもですね、スネアドラムという文字が見えますけども、これをちょっと変えてみます。という具合にですね、サイドスティックになったりとか、深めのスネアになったりとか、クラップになったりとか、いろいろと使い手のある感じで音が選べるようになっています。あとスイングですね。
普通にストレートの8分でいくか、ちょっとスイングするか、そういったところも変えられますんで、ちょっと揺らしてみますね。これで若干強めのスイング感が出たんじゃないでしょうか。これを使って、録音してみたいと思います。1小節のカウントが入ってから、ノーチラスの方を再生します。これでいいですね。はい、取れてますね。で、色とループしてもいいんですけど、ここではちょっと、デュプリケートして小節の長さを稼ぎます。じゃあ次はベースの音を、クラブアップライトベースっていうのを使いたいと思うんですけど、弾けるものですね。で、BPM も DAW と同じ96に合わせます。アルペジオボタンを押すとフレーズが出てきます。で、アルペジオ、4つのシーンを持ってまして、フレーズのバリエーションがあります。2番目のフレーズ。ちょっとボサノボっぽいですね。3番目。4番目。激しいですね。1番がいいかなと思いますんで、これで取っていきます。1小節のカウントで入ります。はい。じゃあこの2小節分をデュプリケートして全体で8小節分のパターンができています。ベースまで録音が終わりました。次はクラビネットの、フレーズを取りたいんですけども、トラックを1個追加してクラビネットの音を選んでいきます。この音ですね。アルペジオにするといかにもクラビネットなサウンドが出てますけど、ちなみに指定する鍵盤の数をちょっと変えるとまたフレーズも生き生きとして面白いんで、ちょっとこの辺もオリジナリティの見せ所かなと思います。はい、じゃあ撮ってみたいと思います。はい、いい感じで入りました。じゃあこれをまたデュプリケートして長くしてしまいます。じゃあもう一つまたトラックを取りたいと思いますね。今度は先ほどご紹介したフレーズサンプルを使いたいと思います。ギターのカッティングなんかあるといいですよね。これ実際に人が弾いたやつなんで非常にリアルですね。BPM は96に合わせてありますね。はい。途中から弾いてちょっとカッティングのフレーズをオリジナルと書いてみましたけども、じゃあ今取れたやつをデュプリケートして合計8小節になりました。じゃあちょっと全体を聞いてみましょう。バランスを取りながら。どうでしょう。自分じゃほとんど演奏してないんですけども、ノーチラスの便利な機能を使って、手軽にトラックを作ることができました。
で、バリエーションはまだまだ無限ですので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。